はいどうも皆さんこんにちは。スターディの河野ゲートです。皆さん、勉強の時給って4万円だって知ってますか？今回はですね、勉強の時給は4万だということについてお話しして、その後予想される反論について僕の考えを話して最後に皆さんに伝えたいメッセージをお伝えしようかなと思います。じゃあまずその4万円っていう数字がどっから出てきたのかと言いますと、仮にマーチに受かる学力を持ってる人がさらに2000時間勉強することによって東大に入れるようになるとしますね。で、ある調査によりますと、マーチ卒業の方と東大卒業の方の平均年収の差が約200万というふうに出ていまして、で、生涯40年間働くとすると、その生涯賃金にして200万円かける40年と。で、8000万円になるわけですね。で、その生涯賃金8000万円をその勉強時間2000時間でカバーすると考えると、8000万割る2000で時給が4万円になるわけですね。要するに勉強してた方が普通にバイトするよりいいというふうに僕は考えますと。これはもちろん受験に限った話じゃなくて、例えば英語を勉強することによって会社内で重宝されるようになったとか、あとはプログラミングスキルを磨いたことによって転職した時に賃金が跳ね上がるといったこととかもよくある話じゃないかなと思います。受験の話にちょっと戻すと、特に今受験直前期の方もいると思うんですが、そういう直前期の直前詰め込みの時給とかっていうのは4万どころじゃなくてうん十万円にまで跳ね上がるポテンシャルを持ってるんじゃないかなと思います。だから直前の方はぜひ頑張ってもらえたらなと思います。じゃあいろんな反論に一つずつお答えしていきましょう。一つ目、2000時間さらに勉強したら東大に入れるとは思いません。それについてはもちろん可能性であるので、もしかしたら入れないかもしれないんですけど、だいたい2000時間って言ったら12時間勉強を半年間毎日やるという感じなので、マーチもう受かりますよって人がさらにそこから半年間12時間勉強毎日やったら東大に入れるっていうのはそんなに別におかしな話じゃないと僕は思います。じゃあ2個目の反論、バイトもお金以外にいろんな社会経験を得られるわけで、お金だけで考えるのはおかしくないですかという反論ですね。これについては今勉強の時給が4万だという話をしましたけど、それ以外にも勉強によってたくさんのことを得られるわけですね。例えば大学入試で言うと東大に入ることによって周りにすごく優秀な方々がたくさんいると。それによって刺激を得られて自分の中のポテンシャルがどんどん引き出されて、優秀な人とも話す中でいろんな考えも生まれて、さらにいろんな価値観が広がることによって新しいことに挑戦もできてといういろんな可能性が広がっていくわけですね。で、あとは他に勉強する過程で得られるその論理的思考力だったり読解力だったり、もう本当にいろんなものを得られると。だからもちろんバイトで得られるもの、時給1000円だったりするものの他に社会経験っていったものを得られると思うんですけど、それ一方で勉強によって得られるものは時給4万円に加えて、そういったいろんなものを僕はもうすごく享受してるなと思うので、それを踏まえて自分の価値観の中で天秤をかけてもらって決めてもらえたらいいのかなと思います。じゃあ3つ目、別に平均200万円って言ってもマーチでも稼いでる人たくさんいますよね。はい、それは本当にその通りで、どの大学入ったかっていうより、その後その人がどれだけ頑張るかっていうところによって大きく変わってくるので、それはもちろんそうですね。ただ僕はあくまで平均的なことを言っていて、それは要するに確率的なことを言ってるわけですね。だからそれを高い年収を得られる確率が上がるわけですよ。だからその確率をいかに上げていくかっていうところの観点で、今回勉強っていうものを持ち出してきたという感じですかね。いろいろ反論に対して僕なりの考えを述べてきたわけですけど、最終的に伝えたいことは、勉強っていうものは絶対にしなきゃいけないっていうわけではなくて、結局はしたい人がすればいいと思うんですよ。だから時給4万円っていうものがあって、いろんなものが別にも得られてっていうものの中でしたい人がすればいい。かつ僕は勉強がすごく楽しいと思うんですよね。やってて新しい世界が広がっていって、そういった意味ですごく僕は勉強を遊びと捉えてるわけなんですよ。だからめちゃくちゃたくさんのものを得られて、かつそれをする過程がすごく遊びのようなものと。だから僕はその勉強はコスパ最強の遊びだというふうに言ってるのはそういうことなんですけど、僕は単純に勉強が好きで得られるもの多くてやってるというわけで、それを聞いた上で他にもっと大切なことがある、それに対して自分は時間を費やしたいんだっていう方がいれば、もちろんそれはその人の価値観ですし、それはすごく素敵なことだと思います。なので受験生の方は、どうせ受験に向けて勉強すると思うので、せっかくなら勉強っていうのはすごくコスパいいものなんだ、そしてすごく楽しいものなんだなっていうことを
意識しながら勉強してもらえると、すごくモチベーションも上がってくるんじゃないかなと思います。で、その受験生じゃない方も、その社会人の方とかも、もしかしたら勉強手遅れじゃないかっていうふうに思ってるかもしれないんですけど、一個例えば勉強してみて資格を得てみるだったり、資格に限らず自分を何かしらで磨いてみるっていうことをちょっとしてみるだけで新たな一歩を踏み出せるんじゃないかなと思うので、ぜひ勉強はコスパいいんだっていうことを意識しながら頑張っていただけたらなと思います。今回は勉強は時給4万だというところから、僕が思っているその勉強はコスパ最強の遊びだというメッセージについて話していきました。今後も勉強楽しいっていうふうに思ってもらえるような動画を上げていこうと思っているので、よかったらチャンネル登録、あと高評価とコメントお願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。